こんなにも差が開いてしまったのはあるミスが原因でした。現役電車運転士の T 学長です。生徒の言うんです。どうして同じ中東なのにこれほど差が出てしまったのか？その理由も含めて、日本とスペインが作った鉄道の違いについて、これから詳しくお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。同じような国なのにそんなに結果が違うものなんでしょうか？そうなんです。たった一つの選択の違いが、この運命を大きく分けることになったのです。一体何が違ったんでしょうか？まずは二つの国がどれほど似ていたのかから見ていきましょう。実は、サウジアラビアとドバイは驚くほど共通点があります。どちらも同じアラビア半島に位置し、石油による豊かな収入で、急速な経済発展を遂げた地域です。確かに、中東の石油大国として有名ですよね。ここでクイズです。同じ中東地域である、両国に共通していた課題は何だと思いますか？ 1、人口減少による公共交通の需要不足。2、深刻な交通渋滞と移動手段の限界。3、鉄道建設に必要な平坦な土地の不足。さあどれでしょう？ 2 の深刻な交通渋滞と移動手段の限界でしょうか？正解です。サウジアラビアではメッカとメディナを結ぶ道路で、年間数百万人の巡礼者による大渋滞が発生。ドバイでも急激な都市開発により、交通渋滞が深刻な問題となっていました。どちらも同じような交通問題を抱えていたんですね。ところが、両国は同じ問題を解決するために、別々のパートナーを選びました。サウジアラビアはスペインを選び、ドバイは日本を選んだのです。なぜ違う国を選んだのでしょうか？では、なぜ異なる選択をしたのか詳しく見ていきましょう。同じ交通問題を抱えていたのに、なぜ、選択したパートナーが違ったのでしょうか？これについてはそれぞれの国が、何を重視したかによって選択が大きく分かれました。まず、サウジアラビアがスペインを選んだ経緯から見てみましょう。そもそもサウジアラビアは最初からスペインを考えていたのですか？それが違うんです。実は当初、最も有力だったのはフランスの TGV でした。フランスは世界的に有名な高速鉄道技術を持っていて、多くの専門家がフランス案が採用されると予想していました。フランスの TGV は確かに有名ですよね。それなのになぜスペインが選ばれたのでしょうか？実はスペインには、フアン・カルロス一世国王の直接営業という秘密兵器がありました。国王が営業に？それはすごいですね。そうですよね。スペイン国王が直接サウジアラビアのリヤドを訪問し、当時のアブドラ国王と面談しました。この国王外交が非常に大きな影響を与えました。王室同士の歴史的な友好関係もあって、政治的な信頼関係が構築されたんですね。それに国王同士の外交なら説得力がありそうです。しかし、それだけではありません。サウジアラビアが最終的に受注を決めた最大の要因は価格でした。フランスの TGV 案と比べて、なんと約 20% も安い建設費を提示したのです。20% も安いなら確かに魅力的ですね。総工費が約7400億円という巨大プロジェクトですから、政府にとって価格の安さは非常に大きな魅力でした。サウジアラビア政府は、この国王外交と価格の安さという組み合わせに魅力を感じたのです。なるほど。それは確かに魅力的に感じるかもしれません。政治的信頼と経済的メリット。この二つがスペイン選択の決め手となったということです。さらに、スペインは自国の高速鉄道 AVE での実績もアピールしました。スペインにも高速鉄道の技術があったんですね。はい、スペインの AVE は同じく暑い気候の地域を走っているため、サウジアラビアの環境にも対応できるという提案でした。なるほど、スペインを選んだ理由に納得できました。しかし、これが後に大きな誤算となるのです。どんな誤算があったのでしょうか？それは後ほど詳しくお話しします。その一方で、ドバイの選択は全く異なるアプローチでした。ドバイはどのような基準で日本を選んだのでしょうか？ドバイが最も重視したのは、技術力と信頼性でした。価格よりも、確実に成功するプロジェクトを求めていたんです。具体的には、日本のどのような技術が評価されたのですか？特に高く評価されたのが、日本の無人運転技術です。ゆりかもめや神戸新交通など、日本国内ですでに実績のある無人運転システムが決め手となりました。無人運転の実績があると確かに安心ですね。そうなんです。ドバイは都市型の大量輸送システムを必要としていたため、日本が持つ安全性、定時運行、快適性という3つの要素が非常に重要だったのです。普段利用していると気にしたことはありませんが、いろいろ話を聞いていると、日本の電車は確かに時間に正確で快適だと実感します。
加えて、日本企業は車両、信号、運行管理、IC カードシステムまで、すべてをワンパッケージで提供できる総合力も評価されました。三菱重工業、三菱商事、大林組、鹿島建設といった、日本を代表する企業がコンソーシアムを組んで提案したのです。一つの会社ではなく、複数の専門企業が協力したんですね。なんだかワクワクします。そして何より、ドバイ政府は、長期的な運用の安定性を重視していました。なので、建設して終わりではなく、その後何十年も安定して運行し続けられる技術を求めていたのです。なるほど。目先の安さよりも長期的な安心を選んだということですね。さらにこれだけではありません。ドバイは日本のものづくりの文化にも注目していました。日本の製造業が持つ品質へのこだわりや、細部への配慮が高く評価されたのです。日本のものづくりの精神は素晴らしいですからね。また、ドバイは国際都市として多様な利用者を想定していたため、日本企業が提案した利用者目線のサービス設計も重要な決定要因でした。女性専用車両やグレード分けなど、きめ細やかな配慮が盛り込まれていたのです。利用者のことを考えた設計が評価されたんですね。まさにその通りです。サウジアラビアは安さと政治的関係を、ドバイは技術力と長期的信頼性を重視しました。この根本的な価値観の違いが、後に決定的な結果の差を生むことになるのです。同じような問題を抱えていても、何を重視するかで全く違う道を歩むことになったんですね。結果がどうなったのかとても気になります。では次に、それぞれの選択がどのような結果をもたらしたのか、詳しく見ていきましょう。それではまず、安さを選んだサウジアラビアのプロジェクトが、どうなったのか見ていきましょう。早速結論から言うと、これは想像を絶する大失敗となりました。そんなにひどかったんですか？最初の問題は工事開始直後に発生しました。実はサウジアラビアの夏は最高45度を超える猛暑で、作業員が次々と熱中症で倒れてしまったのです。45度って、体温より高いじゃないですか。そんな中で工事なんて考えただけでクラクラしそうです。あまりの暑さに現場作業がたびたび中断され、土台工事が大幅に遅延しました。当初2017年1月完成予定だったものが、最終的に2018年10月まで、約1年半以上も遅れることになったのです。1年半の遅延は大変ですね。でも、暑さ対策だけならなんとかなりそうですが、ところが、もっと深刻な問題が待っていました。まだあるんですか？もう十分大変そうですが。はい、砂漠の砂が問題でした。砂嵐が発生すると線路が完全に砂で埋まってしまう、という事態が頻発したのです。線路が砂で埋まるって想像しただけでも大変そうです。そして、この砂の問題に対するスペインの解決策が驚くべきものでした。なんと、運転士が目で砂の量を確認して、状況に応じて速度制限を行う、というシステムを導入したのです。運転士さんが目で見て判断するんですか？高速鉄道でそれってすごく頼りない感じがします。高速鉄道でありながら、砂の状況によって大幅に速度を落とさざるを得ない、まさに驚きの運用方法でした。しかし問題はこれだけではありませんでした。というのも、文化的、宗教的な大きな壁が立ちはだかったのです。どのような問題だったのでしょうか？実はメッカとメディナはイスラム教の聖地のため、イスラム教徒以外の立ち入りが禁止されているんです。そのため、当初予定していたスペイン人運転士では、聖地区間を運転することができませんでした。そんな制約があるなんて、計画段階で気づかなかったんでしょうか？基本的なことのような気がしますが、気づいていなかったのかもしれませんね。実際にこの問題を解決するために、サウジアラビア人の運転士を育成しようとしたのですが、これがまた大きな困難に直面しました。高速鉄道の運転には高度な集中力と技術が必要なのですが、現地での育成がうまくいかなかったのです。悪いことは続きますね。最終的には、イスラム教徒でありながら高速鉄道の経験がある、パキスタン人運転士を採用することになりました。しかし、これも当初の計画にはなかった追加の課題となったのです。これだけ予想外のことが起こるともう計画が破綻してますよ。さらに、駅の建設でも大幅な遅延が発生しました。特にメッカ駅とメディナ駅の建設が予定より大幅に遅れ、鉄道本体は完成しているのに、駅が使えないという状況が続きました。電車は完成してるのに駅がないってまるでコントみたいですね。本当にそんなことあるんですか？そうなんです。結果として、当初の予想を大幅に下回る、年間約697万人の利用にとどまっています。計画していた頻繁な運行に対し、実際の運行本数は限定的となってしまいました。
これらの結果を受けて、サウジアラビア政府と王族は、大変な怒りを表明したと報じられています。これだけトラブル続きだと王族の方々の怒りも当然ですよね。国の威信にも関わりそうです。まさに安かろう悪かろうを象徴する事例となってしまいました。一方で、日本が手掛けたドバイの鉄道はどうだったのでしょうか？それでは、技術力と信頼性を選んだドバイメトロが、どうなったのか見ていきましょう。結論から言うと、これは完璧すぎる成功例となりました。スペインとは正反対の結果になったということですね。まず驚くべきは、建設スケジュールです。2005年5月に契約、2006年8月に着工し、2009年9月にほぼ予定通り開業しました。さすが日本です。スケジュール通りって当たり前のようで実はすごいことなんですね。1年半遅れたサウジと比べると、もう別次元の話ですね。そして開通直後から多くの利用者が殺到しました。開業からわずか2日間で11万人以上が利用し、現在では1日平均約75万3000人が利用する大成功の都市鉄道となっています。1日で75万人、それはすごい数字ですね。そしてこれだけではなく、技術面でも世界初の快挙を成し遂げました。世界初の快挙って何ですか？気になります。単一路線として、世界最長の全線無人運転システムを実現。総延長約 90km にわたって、完全に無人で安全に運行しています。無人運転で90キロって本当にすごい技術ですね。でも安全面は大丈夫なのでしょうか？日本の技術力の高さを示すように、定時運行率は 99% を超えています。つまり、ほぼ確実に時間通りに運行しているということです。99% 超えですか？素晴らしいですね。さらに注目すべきは、車両のデザインです。近畿車両が手掛けた車両は、世界一美しい電車と呼ばれています。世界一美しい電車ってどんなデザインなんでしょう？近畿車両の水戸健氏がデザインを担当し、点ではなく線のデザインを採用しました。流線形の美しいフォルムでドバイの高層ビル群の間を滑らかに走る姿は、まさに未来都市の象徴となっています。高層ビルの間を走る姿、想像しただけでも美しそうですね。さらに車内も非常に快適です。ドバイの猛暑は夏場に40度を超えますが、完璧な空調システムにより、車内は常に24度から21度に保たれています。40度の外気で車内は21から24度って技術力の差を感じますね。サウジでは暑さで工事も止まってたのに。加えて、車両には女性、子供専用車両や、ゴールドクラス、シルバークラスといったグレード分けもあり、様々な利用者のニーズに対応しています。利用者のことをよく考えた設計になっているんですね。日本ならではの配慮を感じます。他にも運行システムが素晴らしく、ピーク時には約3分45秒間隔で運行しています。これは世界トップクラスの運行頻度です。3分45秒間隔って東京の電車並みの頻度ですね。さらに、すべての駅に可動式ホームドアを完備し、安全性も徹底して確保されています。高架構造により砂の影響も受けにくく、サウジアラビアで問題となった砂対策も完璧でした。技術的な対策がしっかりしていたから、環境による問題が起きなかったんですね。その結果、利用者満足度が非常に高く、ドバイ政府は2023年に新たなブルーラインの建設を日本に発注しました。これは全長 30km、総工費約6000億円の追加プロジェクトです。追加で発注されるなんて本当に信頼されているんですね。2029年開業予定のこのブルーラインにより、ドバイメトロはさらに拡大し、ドバイの都市交通を支える重要なインフラとして成長し続けています。同じ砂漠、同じ暑さ、同じ交通問題なのにここまで結果が違うなんて、選択って本当に大切なんですね。まさに、この事例は安さだけを追求するリスクと、技術力を重視することの価値を明確に示しています。ドバイメトロの成功は、世界中で日本の鉄道技術の評価を高める結果となったのです。日本の技術力の高さを改めて実感しました。同じ中東なのにここまで差が出るなんて信じられないです。そうですね。今回の事例から、私たち鉄道関係者が学ぶべき重要な教訓。それは鉄道建設で最も重要なのは、安全性と信頼性だということです。確かに、安全第一ですよね。そのため、目先の安さではなく、長期的な視点が大切なのです。安い建設費に魅力を感じても、後々の運用で問題が発生すれば、結果的に高くついてしまいます。サウジアラビアの事例がまさにそれを物語っていますね。現役電車運転士の私から見てこの事例でわかるのは、同じ条件でも、選択次第で結果は天と地の差になるということです。
本当にそうですね。王族がブチギレするのも当然ですよね。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは、現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。今回のような国際的な鉄道プロジェクトから、身近な電車の話まで幅広く取り扱っています。もしこの動画が面白かったと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。そして、このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。